皆さんこんにちは、ゆいです。こんにちは、あきらです。私たちの日常日本語チャンネルへようこそ。あきらさん、最近すごくいい天気が続いていますね。そうですね、暖かくて外を歩くのが気持ちいい季節になりました。でもこういう暖かい日って午後にものすごく眠くなりませんか？わかります。お昼ご飯を食べた後は特に危険ですね。そうなんですよ。仕事中や授業中に限って強い睡魔が襲ってきます。睡魔ですね。眠気のことですが、まるで悪魔みたいにやってくるからそう呼ぶんでしょうね。本当にその通りです。絶対に寝てはいけない時に限って目が開けられなくなります。そこで今回は仕事や授業中に襲ってくる睡魔との戦い方をテーマに話してみたいと思います。これは多くの人が知りたいテーマだと思いますよ。ゆいさんもよく睡魔と戦っているんですか？はい、毎日のように戦っていますよ。では、どんな戦い方があるのかいろいろな方法をシェアしていきましょ実は私、昨日も大変だったんです。え、何かあったんですか？午後から大事な会議があったんですが、途中で一瞬意識が飛びそうになりました。それは危ないですね。上司にバレませんでしたか？なんとか深くうなずいているふりをしてごまかしました。う。なるほど。話を聞いて感動しているように見せたわけですね。そうです。でも心臓がドキドキしました。あきらさんにもそういう経験はありますか？もちろんありますよ。学生の頃、午後の歴史の授業が本当に眠くて。歴史の授業、それは眠くなりますよね。先生の声も静かだったりしますし。ええ、ノートに字を書いている途中で寝てしまって、線がぐちゃーっと伸びてしまったことが何度もあります。わかります。私も後で自分のノートを見たとき、何を書いているのか全然読めなかったことがあります。誰もが経験する道ですね。でも、社会人になるとなかなか寝るわけにはいきません。そうなんですよね。だから何とかして目を覚ます方法を知っておきたいんです。わかりました。では、効果的な方法をいくつか見ていきましょうか。その前に、どうしてお昼の後はあんなに眠くなるんでしょうか？いろいろな理由があると言われていますが、よく言われるのは食事の影響ですね。食事の影響ですか？お腹がいっぱいになるからですか？それもありますが、ご飯やパンなどの炭水化物をたくさん食べると、体の血糖値が急に上がったり下がったりするんです。ああ、血の中の糖分ですね。それが下がるときに眠気を感じやすいと聞いたことがあります。そうです。だからお昼ご飯にうどんやパスタなどをたくさん食べ過ぎると、その後が大変になります。なるほど。確かにお腹いっぱい食べた日はいつもより眠い気がします。それから部屋の空気も関係していますよ。部屋の空気ですか？どういうことでしょうか？例えば窓が閉まっている会議室に人がたくさんいると、少しずつ酸素が減ってきますよね。はい。息苦しくなるというより、空気が重たく感じることはあります。そうすると脳に十分な空気がいかなくなってぼーっとしてしまうんです。なるほど。体の中の理由と環境の理由があるんですね。ええ、その理由がわかれば対策もしやすくなりますね。では、実際に眠気を感じたとき、あきらさんはどうしていますか？一番手っ取り早いのは体を動かすことですね。でも、授業中や会議中は急に立ち上がって運動したりできませんよ。もちろん走り回ったりはしません。机の下でこっそりできるストレッチがあります。こっそりできるストレッチですか？どんな風にやるんですか？例えば、足首をぐるぐる回したり、足の指をギュッと握ってパーッと開いたりします。あ、それなら他の人にバレずにできそうですね。私もたまにやります。あとは、ツボを押すのも効果的です。ツボですね。体の特定の場所を押すと体にいい効果があるというあれですね。そうです。手にある合谷というツボが有名です。
合谷って親指と人差し指の付け根の間にあるちょっとくぼんだところですよね。その通りです。そこを反対の手の親指で少し痛いくらいに強く押すんです。なるほど。今押してみたら結構痛いですね。確かに目が覚めそうです。痛みが脳に刺激を与えてくれるので、一時的ですが眠気が引いていきますよ。これならペンを持ったままさりげなくできそうですね。はい。会議中にはとても便利なおすすめのテクニックです。私は眠い時はよくコーヒーを飲みます。やっぱりカフェインに頼ってしまいますね。定番ですね。コーヒーや緑茶にはカフェインが含まれているので効果的です。でもカフェインって飲んですぐに効くわけじゃないんですよね。そうなんです。効き始めるまでに30分くらいかかると言われています。だから眠くなってから飲むのでは遅いんですよね。はい。なので、午後からの会議があると分かっているときは、その少し前に飲んでおくのがいいと思います。私もそうしています。あとはミント味のガムを噛むこともありますね。ガムを噛むという動作自体が脳を刺激して目を覚ますのにいいそうです。そうなんですね。それに強いミントの味だと口の中がスースーして一気に目が覚めます。ただ、職場によってはガムを噛みながら仕事をするのがダメなところもありますから注意が必要ですね。確かに、そういう時は噛まずに舐められるタブレットや強めのミントキャンディーにしています。それは賢いですね。私は冷たい水を少しだけ飲むこともあります。冷たい水ですか？ええ、冷たいものが胃に入ると体がびっくりして少しシャキッとするんです。なるほど。温度の刺激を利用するんですね。そうですね。デスクに冷たいお水を置いておくのもおすすめです。でもコーヒーを飲んでもガムを噛んでもどうしても眠い時ってありますよね。そういう時は思い切って一度席を立つのが一番です。トイレに行ったり少し歩いたりするだけでも違いますか？全然違いますよ。歩くことで血の巡りが良くなりますから。私はトイレに行って冷たい水で顔を洗いたくなることがあります。メイクをしているから実際には洗えませんが。あははは、メイクがあると顔は洗えませんね。そういう時は首の後ろを冷やすといいですよ。首の後ろですか？冷たいタオルとかで？ええ、冷たい濡れタオルや冷やしたペットボトルを首の横や後ろに当てると一気にすっきりします。それはいいですね。今度試してみます。あとは窓を開けて換気をするのも好きです。さっきも言いましたが、酸素が少なくなると眠くなりますからね。新しい空気を入れるのはとても大切です。外の冷たい風に当たると、よし、頑張ろうという気持ちになります。気分転換は重要ですね。少し同僚と雑談するだけでも脳が起きますよ。確かに、一人でずっとパソコンの画面を見ているとどうしても眠くなりますから。人と話すときは声を出して考えたりするので、自然と眠気が消えていきます。なるほど。眠いときは少しだけ誰かに話しかけてみるのも手ですね。でも、アキラさん、いろいろな対策をしても、どうしても本当に限界の時ってありませんか？ありますね。目がシパシパして文字も読めなくなるとき。そういう時、私はお昼休みに少しだけ机で寝ることにしています。昼寝ですね。それは一番理にかなった効果的な方法ですよ。本当ですか？でも、職場で寝るのって少し勇気がいりませんか？もちろん、仕事中や会議中に寝てはいけませんよ。でも休憩時間なら問題ありません。最近は日本でも短い仮眠を許している会社が増えていると聞きました。パワーナップと呼ばれていて、午後の仕事の効率を上げるために推奨する会社もあります。寝る時間はどれくらいがいいんですか？長く寝すぎると逆に起きられなくなりそうです。15分から20分くらいがベストだと言われています。
30分以上寝ると深い眠りに入ってしまうので危険です。確かに休日の昼下がりに2時間くらい寝てしまって、起きた後もっと体が重かったことがあります。そうならないようにスマホのタイマーを15分にセットして机に突っ伏して寝るのがおすすめです。寝る前にコーヒーを飲んでおくと、起きる頃にカフェインが効いてきてすっきりするって聞いたこともありますよ。それは素晴らしいテクニックですね。仮眠とカフェインの組み合わせは最強かもしれません。どうしてもの時は無理せずに少し休むのが一番ですね。さて、今日は仕事や授業中に襲ってくる睡魔との戦い方について話しました。ストレッチをしたり、ツボをしたり、いろいろな対策がありましたね。皆さんはどの方法が自分に合っていそうだと思いましたか？私はやっぱり少し席を立って歩くのが一番好きですね。私はミントのタブレットと15分の昼寝を組み合わせたいと思います。聞いてくださっている皆さんの中で、こんな面白い眠気対策があるよという方がいたら、ぜひ教えてください。はい、ぜひコメント欄で皆さんの戦い方を教えてもらえると嬉しいです。それから、今日私たちが話した内容の日本語スクリプトは、一番上のコメントにリンクがあります。日本語の勉強に役立つので、ぜひダウンロードして読んでみてくださいね。このエピソードが役に立ったと思ったら、チャンネル登録といいねもよろしくお願いします。それでは、また次回のポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。午後も頑張りましょう。